皆さんこんにちは、うつベンチです。今回はベンチプレス、これが強くなるとマックス伸びます。足上げベンチプレス完全解説というお話をしていきたいと思います。ベンチプレスを頑張っているけど、なかなか重量が伸びないという方は、足上げベンチプレスをやり込むのが一つの解決策になるかもしれません。なぜなら、足上げベンチは、ベンチプレスの重量を伸ばすために最重要の上半身、特に肩甲骨の使い方を集中的に練習できるからです。僕自身も足上げはベンチプレスのバリエーションの中で最も重要視している種目ですし、多くのトップベンチプレッサーが取り入れている練習方法でもあります。最近はベンチプレスの足の使い方を重要視する人が多いですが、同じだけの時間をかけるなら足上げで肩甲骨の使い方を練習した方が重量が伸びると僕は考えています。上半身、特に肩甲骨の使い方を徹底的に練習することがベンチプレスの重量を伸ばす秘訣なんですけれども、足上げベンチプレスは肩甲骨の使い方を練習するのに最適です。そこで今回は足上げベンチプレスの効果や特徴、やり方、注意点、練習での取り入れ方、足上げの重量目安について徹底的に解説します。足上げベンチプレスを行うことで上半身や肩甲骨の使い方を改善することができ、これができるとマックス重量の伸びにつながるので、ぜひ参考にしてください。このチャンネルではベンチプレスが強くなるための動画をいろいろと出していますので、気になる方はチャンネルに遊びに来てください。役に立ちそうだなと思ったらチャンネル登録をよろしくお願いします。うつベンチ LINE 公式アカウントでは無料や有料でメニュー作成やフォームチェック、お悩み相談もやっていますので、概要欄からお気軽に友達追加とメッセージください。3ヶ月以上継続していただいた方のマックス更新率は 90% 以上となっています。ブログの方では YouTube 動画を記事にしたり、18号プログラムの計算ツールや RM 換算の計算ツール、フォーミュラー計算のツールやダンベルベンチとベンチプレスの換算計算機も入れているので、ベンチプレス研究所と検索して遊びに来てください。それでは本題に入りましょう。さて、ベンチプレスを行う中でマックス重量がなかなか伸びないという方は結構多いと思います。もちろん僕もそうです。ベンチプレスを重量を伸ばすための方法というのはいろいろあるんですけれども、その中でも足上げベンチプレスはマックス重量を伸ばすために非常に有効なバリエーションの一つです。まずは、なぜ足上げベンチプレスがマックス重量を伸ばすのに有効なのか、いくつかの効果と特徴を挙げていきます。ほとんど同じ意味の部分というのもあるんですけれども、あえて分けて考えていきたいと思います。まず、肩甲骨の動きの練習というのがあります。足上げベンチプレスは上半身だけで動作を行うので、肩甲骨の動きが意識しやすいです。肩甲骨をどのように動かして、どのように動かすと肩甲骨に重さが乗るのかということを理解、実践することがベンチプレスにおける究極最終奥義です。そのための練習として足上げベンチプレスは最適です。どのように肩甲骨を動かすのかという話は別の動画でまたお話ししたいと思いますので、そちらの動画も見たいよと思っていただける方はチャンネル登録をしてお待ちいただければと思います。次に、ブリッジを維持する練習ができるという特徴です。足上げベンチプレスでは足を浮かせてベンチプレス動作を行うので、上半身の力だけでバーベルを支えることになります。足を使ってブリッジを高くしたり維持することができないので、上半身の力だけでブリッジをキープするための技術だったり筋力が身につきます。上半身だけでブリッジを維持することができるようになると、ベンチプレスにおける土台がより安定するので、足を使った時にさらに安定感が高くなります。ただし、ここはちょっと注意が必要で、バウンドをさせたり、ブリッジを支える技術がないうちに足上げベンチプレスを行うと、レップを重ねるごとにブリッジが潰れてしまって肩を怪我することになるので気をつけましょう。逆に言うと、怪我せずに足上げを行えるようになると、ブリッジを支える技術が身についてきた目安になるかもしれません。次に、ボトムの出力強化です。足上げベンチプレスでは足でブリッジを作らないので、必然的にブリッジが低くなります。つまり、パワーフォームよりもボトムが低くなるので、足上げを強化するとパワーフォームに戻した時にボトムが非常に楽に感じます。ボトムが高くなるからですね。ですので、足上げをやり込むことでパワーフォームでボトムが強くなるというようなことが期待できます。次に、ボトム処理の練習ですね。
足上げベンチプレスでは、ボトム付近でのバーのコントロールを上半身のみで行います。足をついているフォームの時は、足で蹴り上げたり、重心を移動させることができるんですけど、足上げではこれができないので、純粋に上半身でバーをコントロールする必要があります。これを練習していくことで、ボトム付近でのバーのコントロールというのが上手くなります。特徴としてはこんな感じです。次に足上げベンチプレスのやり方についてです。これは特に難しいことはないんですけれども、通常のパワーフォームのベンチプレスと同様に、ベンチ台に寝て、肩甲骨を寄せて下げて、バーを握って、ブリッジを作って、お尻をつく。ここまでは全く同じで大丈夫です。ここから足を床から上げます。この足の上げ方には3つの種類があるというふうに考えています。これは別に決まりがあるとかではないので、僕は3つあると思っているっていうだけですね。まず一つ目が一般的な足上げベンチプレスです。これは足を腰よりも上に上げるやり方ですね。足を結構上まで上げるので骨盤が後傾、つまり反りにくくなってご紹介する3つの足上げの中で最もブリッジが低くなるので、先ほど挙げた足上げベンチプレスの特徴を最も得やすいというのがこのフォームです。メリットもデメリットも両方ですけどね。2つ目がパラフォームです。これを練習でやっている人がいるかはちょっとわかんないんですけど、僕は時々やってます。足を腰と同じ高さに持ってきてまっすぐ伸ばします。通常の足上げベンチプレスよりも骨盤は前傾しやすい、つまり反りやすいので、ブリッジがやや高くなります。3つ目はラーセンベンチプレスです。ラーセンベンチでは足を伸ばした状態で少しだけかかとを浮かして行います。前述の2つよりもさらに骨盤を前傾しやすいので、足上げの中でも足をついたフォームに近い形になります。ブリッジがあまり高くなく、一般的な足上げをやると肩関節の可動域の関係で肩が痛くなる場合は、ラーセンを選ぶ場合もあるかもしれません。特に理由がない場合は、最初にご紹介した一般的な足上げベンチプレスでいいと思います。次に足上げベンチプレスの注意点です。注意点の一つ目は、肩を痛めやすいということですね。足上げベンチプレスは通常のベンチプレスと比べてブリッジが低くなるので、肩の可動域が限界を超えてしまい、肩を痛めるケースが多いです。特に肩の前側を痛めるケースが多いですね。ブリッジが低くなると、バーベルの可動域っていうのが大きくなり、肘が通常フォームよりも下に下がるので、肘が肩甲骨面より下に入りやすくなります。ベンチプレスにおける肩の怪我の多くは、ブリッジが低いことや肩甲骨を寄せていないことが原因で、肘が肩甲骨面を割り込み、肩関節の可動限界を超えてしまうために起こります。ブリッジが低くなることは、足上げベンチプレスの良い点でもある一方で、最大の注意点でもあります。ですので、ブリッジが十分に組めない方や、通常のベンチプレスのフォームが定まっていない初心者の方、ここでは男性でマックスが80キロ未満の方というのは実践しない方が良いと思います。マックスが80キロ以上であっても、ブリッジが低く、通常フォームでも肩が痛くなりがちな方はお勧めしません。ただ、足上げで肩が痛くなる、怪我をしてしまう人は、根本的に柔軟性が足りていないか、肩甲骨を寄せて下げていない、レップを追うごとにバーベルが胸につく衝撃で、ブリッジが潰れているために可動域がさらに広くなって痛くなるケースっていうのが多いです。なので、非常に基本的なことですが、胸椎や肩周り、胸郭のストレッチを徹底的に行う。フォーム組みで肩甲骨を寄せて下げる。ボトムでバウンドをさせないといった取り組みが必要です。この辺のベンチプレスの基本の解説は、こちらのフォームの基本を徹底解説という動画で40分以上にわたり詳しく解説しているので、こちらをぜひご参照ください。結局はベンチプレスの基本ができていないと足上げなどのバリエーションを行うことも難しいので強くなる機会を逃すことになります。特に初心者、これは80キロぐらいまでですね。あとは初級者、これは100キロぐらいまでの方は基本を徹底するようにしてください。次に軌道に関しての注意点です。ベンチプレスの下ろしの軌道はおおよそ肩甲骨に対して垂直になります。これには個人差があって、肩甲骨に対して垂直よりも少し頭側に降りてくる人と少しお腹側に降りてくる人がいます。パワーポイントという表現をされる場合もあると思いますが、頭側に降りてくると力が入る人はパワーポイントが上、お腹側に降りてくると力が入る人はパワーポイントが下です。
僕の解釈ではパワーポイントっていうのは突き詰めると肩甲骨と手の位置の関係性に集約してくると思います。これには肩甲骨の大きさとか形、先天的後天的な関節の柔軟性とか上腕骨の長さとか様々な要因が絡み合ってくるので個人差としか言いようがないです。大事なのはその人の肩甲骨に対する下ろしの軌道、つまり結果的なパワーポイントは大きく変化しないということです。これはブリッジが高い場合も低い場合も大きくは変化しないという意味です。足上げベンチプレスではブリッジが低くなる、つまり肩甲骨が通常フォームよりも立ちません。肩甲骨が立っていないにもかかわらず通常フォームと同じ下ろしの軌道を意識してしまうと肩甲骨に対する下ろしの軌道の角度が変わってしまって前腕がお腹側に倒れてしまったり、それが原因でモーメントアームが長くなるので力が入らなかったり検査関節を痛めてしまったりします。モーメントアームについて少し補足です。棒の先っぽに重りがついているということを仮定すると、重りが傾いた時に円方向に下に落ちていく力のことをモーメントと言います。この時に起点になる部分から重りまでの水平方向の長さをモーメントアームというふうに呼びます。左側の図がモーメントアームが発生している状態、右側の図がモーメントアームがゼロの状態で、この状態が最も安定する形になります。ラックアップにおける腕を垂直にするというのはモーメントアームがゼロの状態ですね。同様に下ろしで前腕を垂直にするというのは肘関節と重りの関係性でモーメントアームがゼロになっています。前腕がお腹側に流れてしまうと肘関節から重りまでのモーメントアームができてしまうので、結果的に肩関節から重りまでのモーメントアームも伸びてしまうという形になります。同じ軌道を意識するというよりも肩甲骨に対して下ろしの軌道の角度を意識するのが大事かなと思います。では足上げベンチプレスをどのように練習に組み込んでいくのかということをお話しします。ご紹介するのはあくまで一例なので実際は好きなように組み込んでいただいていいと思います。一つ目は通常のベンチプレスの補助的な役割で行う方法です。例えば週3回練習を行う場合でアップ、トップシングル、メインセットを3セット、足上げを2セットという感じですね。これは週間のベースのセット数を15セットとした上で足上げを取り入れている例です。参考までに僕の場合は現在は週5から7ぐらいで練習をしているので、この組み方で週25から35セットとなります。週3で1日あたりのセット数を増やす場合は、例えばですけれども、メインセットを5セットやって足上げを3セットなどでもいいと思います。二つ目の取り入れ方として足上げをメインで行う方法です。僕自身も時々なんですけど1ヶ月ぐらい丸々足上げだけをやったりして自力強化を行うことがあります。その場合はアップ、トップシングル、セットを5セットから8セットを全て足上げで行っています。トップシングルも足上げで行うので怪我をしない足上げのフォームが完成していないと取り入れない方がいいかもしれません。次に足上げの重量の目安をお話しします。足上げの重量目安はだいたいパワーフォームに対して 90% ぐらいに収束します。これはうつベンチ LINE 公式アカウントでメニュー作成やフォームチェックを行っている方のデータを参照して計算しています。実際に僕自身も 90% ぐらいになることが多くて、データ上足上げマックスがパワーフォームの 93% ぐらいになるとパワーフォームのマックスを更新することが多いです。パワーフォームでのマックスを更新するとまた足上げは 90% ぐらいに戻るという感じですね。当然その人のフォームの特性にもよりますが、足上げの重量がパワーフォームの重量の 90% 未満の場合は上半身のみで上げる力とか技術が足りていないケースが多いです。その場合は足上げをやり込むっていうのも一つの手だと思います。パワーフォームの重量が伸び悩んでいて足上げができるフォームの完成度、技術がある場合は非常に有効な手段になりますし、重量が伸びる伸びないの一つの指標にもなるのでぜひ取り組んでみてください。ということで今回は以上です。このチャンネルではベンチプレスが強くなるための動画をいろいろと出していますので、気になる方はチャンネルに遊びに来てください。役に立ちそうだなと思ったらチャンネル登録をよろしくお願いします。
うつベンチ LINE 公式アカウントでは無料や有料でメニュー作成やフォームチェック、お悩み相談もやっていますので、概要欄からお気軽に友達追加とメッセージください。3ヶ月以上継続していただいた方のマックス更新率は昨年1年間の実績で 90% 以上というふうになっています。ブログの方では YouTube 動画を記事にしたり、18号プログラムの計算ツールとか RM 換算の計算ツールなども置いていますので、ベンチプレス研究所と検索して遊びに来てください。これからもベンチプレス頑張りましょう。それではまた次回。バイバイ。